皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、私が後手番で雁木から右玉に組んでいきました。この戦型はですね、プロ棋士の間でもですね、非常に注目を集めている戦型ですね。以前ですとね、やはりちょっと消極的だなとね思われる見られる節もあったんですけれども、近年コンピューター将棋 AI のね進化に伴い、コンピューターのね評価値的に非常にね有力な戦法であるとね見直されつつある作戦ですね。右玉の弱点である角の頭をね攻めてきたんですけれどもね、そういったあたりの攻防を含めて大盤でゆっくり解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速大盤で振り返っていきたいと思います。本局私後手番ですので、将棋ウォーズの形とはね逆です。私が上側、相手のが先手側ですね。初手、2六歩、3四歩、7六歩、4四歩、2五歩、3三角、4八銀、3二銀、5六歩に4三銀。そうですね、振り飛車模様のもう以前ですとね、ほぼほぼ振り飛車になることが確定のようなね序盤なんですけれども、この辺りからね近年は作戦の幅が広がってきたなという印象ですね。はい、4三銀に対して、先手は5八金右とね上がりました。ここで8四歩ですね。この手が居飛車を目指した手で、もちろん飛車をねいずれかの筋に回れば振り飛車の戦型なんですけれども、本局私はね居飛車を選ぶために8四歩と突きました。先手側としてはねこう後手が振り飛車か居飛車かはっきりしない状況だったので、まだ様子を見ていたんですけれども、この8四歩を見てねほぼほぼ居飛車とね相手をね見ることができますね。この歩をついてから飛車を回る将棋もあるんですが、比較的少ないということで、8四歩でも居飛車対居飛車だなということです。で実際は7八銀と上がりました。で8五歩に7七銀と、これはですね非常に昔からある、指し方ですね。もうこの手をね角で飛車先を角で受ける指し方も近年は出てきたりしてるんですが、本局はね銀で受けて矢倉の骨格を作る指し方ですね。非常にオーソドックスな指し方だと思います。で7七銀に先手3二金、後手3二金で7九角に6二銀。一つにですね、これ簡単なお話なんですけど、一つになぜこのね角道を止めた雁木の形が最近復権したか復活したかと言いますと、ちょっと難しいお話なんですけどね、普通にするとこういう形、以前もこういう形非常に良かったんですね。こうなった後に、先手から2四歩同歩同角と同角同飛車とで、2三歩2八飛車とこう進んだ時にね、この形がもう以前はもう先手作戦勝ちというねもう認識だったんですね。飛車先の歩交換ができて歩を一歩手持ちにして角の持ち合い、このあとね矢倉にセンター組んで後手は雁木なんですけれども、この駒組みが、先手の作戦勝ちであるという認識が非常に多かったんですね以前は。ただですね、それが近年コンピュータ将棋の進歩に伴ってコンピューターがねこの形変な話ですけど評価すると、実は後手の方がね楽しみが多い、後手も十分戦える形であるというね、認識をコンピューター AI がね示したわけですね。それによってもうガラッとね状況が一変したわけですよね。今まではこの形雁木模様に対しては、飛車先を銀で止めて角を引いて角をね飛車先の歩交換すればいいという対策で一辺倒でね十分成り立っていたのが、実はこの形が後手が十分であるというなってしまうと、先手からすると一大事ですよね。なので、この形が今非常に復活しているということですね。ただですね、これはAI の評価が高いといっても先手が全然ダメというわけではないのでね、この形も今でもねプロ棋士で指されることもあります。ただ後手も十分に戦えるってだけでね、今までの評価と全然変わってきたっていうのはね、お分かりいただけるかなと思います。でですね、実戦もこの形になりましてね、以前だったら2四歩とついて、角交換をすればね大まかに先手が作戦勝ちだって言ってたのができなくなってきたということでね、相手の方もねこの先手の方も非常に、そういった目でね、研究されてる方ですね。3六歩とついて、角道のね交換を保留して指す形ですね。で5二金と上がりまして、6八玉、これが早囲いと言われる形ですね。部分的に、7八金から6九玉という組み方と早囲いと言われる、上のルートでね王様を囲っていくことは2つね先手は選べます。実戦は早囲いの6八玉で、私は6四歩とついて、7八玉に7四歩と
まあ王様をねまだ右に行くか左に行くか保留した状態で駒組みを進めています。そこでですね相手の3五歩と、これはまあ積極的な手ですね。この飛車先の歩交換ではなくて角の頭を狙うということで、ある意味ね非常に理にかなった指し方、これも非常にプロのね実戦でも指される部分的には指される非常に有力な手ですね。で3五歩同歩同角と、まあただ、実戦でも言ったんですけど、ここにね銀が来ると非常にね2四歩ですぐ攻められて嫌なんですけど、角が来る分には4三の銀がねもう守ってますから、すぐにはこれで潰されるという心配はね雁木側はする必要はないですね。はい。で3五同角に、7三桂とね駒組みを進めました。で、6六とついて、まあここはね逆に雁木側が作戦の分岐点です。まあ実戦は右玉を目指しましたが、より積極的に指すんであれば4一にこちら側に玉を寄る手があると思います。例えばですね、これで先手が3七銀であれば8六歩とねいきなりついてしまう。これも非常に魅力的な手で、同銀ですと4五歩とついて角がねバーッと効いてくるわけですね。例えばこれ6七金なら6五歩、どうですかね、非常に破壊力ありますよね。要するにこれ本当角交換しとけばね作戦勝ちって話だったら、角交換できないからこの角で攻められちゃうっていう、先手からするとすごく嫌な展開ですね。で8六歩にもし同歩ならば8五歩とね今度は継ぎ歩して今度この角を狙う手があるんですね。同歩同飛車といったね。なのでね非常に先手も怖い格好、どっかで4五歩で突かれるとかねあるので、こういう指し方もあります。こういう指し方もね、玉をこっちに寄ってね、こっちが攻める場合には玉を寄った方が、こちら側に寄った方がいいです。で本局は私ね右玉の予定だったのでね4六三銀と、ちょっとゆっくりさせてですね、強くねこの3五の位交換を咎めるなら今のように玉を寄って8六歩あるいは6五歩4五歩を絡めて指すというのをぜひね皆さん試していただければなと思います。実際6三銀と上がりまして6七金に8一飛車と、これはゆっくりした感じですね。こうね組むとねじっくりと、で9六歩9四歩で3七銀、もちろんここでも4二玉とか4一玉とかってあくまでこっちを攻める手もあるんですが、6二玉とね、これは本局私ねもう差し始め、初手あたりから言ってましたね。もう今日右玉ね狙ってると、この右玉、これは一応一つの右玉の理想形ですね。はい。で、相手の方も3六銀と。そうですね。ただこの3六銀という形が右玉が勝つと非常に手強い格好になります。なぜかというとやはりこの雁木のね長所は角を威嚇にしてこうね4五とここの歩を突くのがね、雁木としては何としてもこの歩を突くのがミソなんですね。攻めるにしても右玉にするにしてもこの歩を伸ばしたいと、3六に銀が来ることでこの4五歩を突きにくくするというね先手としても非常にねいい形ですね。例えばこれ4六角とね先に角を引く、なんか手順の違いだけに見えますけど、先角引いていくとねすかさず4五歩と突きます。ですかさずね。でこの3六に銀がいないとこう角ね引くしかないですね。で縦に逃げてくれれば例えば5四銀左、こういう感じになればね右玉としてももうなかなかいい形ですよね。例えば3六銀ならもうちょっとゆっくりさせてもありますし、もう思い切って6五歩もこの場合はあるかもしれません。同歩に8六歩とついて、同銀ですとね香車を取られてしまいますし、同歩だと例えば8五歩と打つような感じで、どうですかね、やっぱり4五歩がついてあるかついてないかめちゃめちゃ大きいんですね。これついてないとね、部分的にはありますけどやはり攻撃力半減以下ですかね。なので4五歩ついてあってこの形を攻めれれば右玉も相当戦えると。なのでね先手の方のねこの3六銀っていうのは何気ない手なんですけれども、右玉のねなんていうんですかねキープレイヤーである角をね使わせないようにするという手ですよね。4五歩ならもちろん同銀ですしね。なので、とってもこの3六銀いい形、右玉からすると手強い形になります。で3六に対して3四歩と打ちました。ここは難しいところでしたね。いろいろありました。例えばすぐ4二角とか引いとく手もありましたね。右玉の状況なので、ちょっとね3六銀の先手の3六銀が間に合ったことで4五歩と突きにくい状況なのでちょっとゆっくり指したいんですね、後手としては。なので3四歩とね丁寧に受けて指してみました。で6八角と引いて5四歩とね、その3四歩を先に打った意味は2六に角を引かれる可能性があるんですね。で2六角に対しては5四歩とはちょっと突きにくいんですね。なぜかというと角のラインが入るんで4六歩と使えてねいかにも狙われそう。2六に引けば場合によっては5四銀とか7二玉とかこの5四歩を突かれさそうってことだったんですね。実戦は6八に引かしたんで今度5四歩と突いたと。で5四歩の狙いとしては4二角と引いて今度はねこちらのルートですね6四に一番のリストはこういう格好になればこの3六の銀を咎められるよっていうイメージですね。ですが先手の方でね3五歩と許さずと、
まあここは先手も分岐点ですね。まあ玉寄ればゆっくりした将棋でした。4二角と引いて7八金と上がって、まあ、例えば3三桂と飛ぶとか、まあ非常に一局ですよね。これです。まあ後手は後期でこの6五歩から6四角の形を目指すようなイメージですね。はい。あるいは5三角と上がって待機するとかね。まあ一局の将棋。ただこれは先手の方が、まあ矢倉はね未完成だけれどもチャンスと見てね、3五歩と合わせたわけですね。はい、3五歩と合わせたわけですね。はい。で、先ほどね、言ったように、ここに銀が来る形は後手としてはね、非常に困ります。例えば同歩同銀だと、これはね、角がこっと狙われて嫌な格好になるんですね。ですので、3五歩に対して4二角と、まあ、争点をずらしにかかります。で、3四歩、同銀と。まあ、このようにね、銀に対して銀という形を、まあ、作って頑張らないと押し込まれてしまうので、この辺りね、右玉側も気をつけないといけないとこですね。はい。で、3五銀と。まあ、ここら辺からね、まあ、先手も難しい迷うとこですね。3八飛車とかもあったと思います。3八飛車と寄って、まあ、よりね、3筋の圧力を加えると。まあ、後手もこれで3三金とかね、まあ、こういう感じになるんですかね。で、受けてどうなるかという感じですかね。はい。実戦は、シンプルに3五銀。これも有力な手ですね。同銀、同角と。これでね、次4四角と出られてしまうと、もう痛すぎますからね。この角出だけは防がないといけないことで、次の手もね、まあ知っていれば指せますけど、ちょっとね、指さないと結構指しづらい手ですよね。3三金と。まあ悪形、まあ俗にね、こういうところに、居飛車の将棋で金がここに来ると悪形なんですが、右玉の時はね、結構こちらの金、どちらかというとこの2枚のうち、こちらの方が守備の金なので、こっちの金も守備の金なんですけど、場合によってはこうね、上に出て、上部をね、支える駒になっても大丈夫ですね。はい。3三金と上がって。やはり右玉ね、ここに収まるとやっぱこういうの怖いですけど、先逃げしてる感じがやっぱ右玉のね、強みですよね。でもいつでも飛車も回れるとね、いうことで。まあ先手好調なようでも、まあ後手にね、まあ、致命的なっていうかね、まあ、有効なダメージを与えてるかというと難しいところですね。で、さらに先手は2四と攻めていきました。まあ、ここもまあ6八角と引いてね、じっくりさせてもね、非常に有力だったかなと思います。本局はまあ、先手方非常に積極的ですよね。もう駒を下がらずにどんどん攻めてくると。で、2四歩同歩、2二歩とね。まあ、これは部分的には厳しいんですが、3四金という手がね、あるんですね。まあこれ桂馬が取れれば一応先手それなりの成功なんですけど、3四金と上がって、この時にね、角を先に逃げてればね、まあ仮にこうなっていれば桂馬必ず取れるんですけれども、角は3五銀のでね、金を上がって、6八角に3三桂と、こうかわすことができたということですよね。まあそうですね、これでこれで後手もね、金桂先手の攻めに手に乗りながら、少しずつ駒が使えてきたので、次に後手も3、4五桂とかね、取れて3六歩と打つとか結構反撃の味が出てきてますね。なので先手ももう何ていうんですかね、ここで手を緩めるぐらいだったら先ほど2四歩と突くところで6八角とね先に引いた方が良かったとなってしまうので、3五銀とねさらに激しく攻めてきました。さあここですよね。ここは難しかったですね。非常に相手の方が鋭く攻めてきて、同金同角となるとまあちょっと嫌でしょうね。2四飛車と4四角は両方ここに銀打つ形ですとね止まらないですからね。なので実戦は2五金とちょっと変則的だけど上にかわしましたね、2五金とね。で、2五金に対して2四銀と出て、これでね3三銀成同角2五飛車となれば先手成功なんですけど、これで2七歩と。今ねここでばっかり戦ってるんですけど、何せね繰り返しなんですけど、右玉やはり王様ね繰り返しです。ここにいるっていうのをね忘れずに指すことですね。感覚的に特に先手でもそうですよ。先手でもすごく好調に攻めててうまくいってるなと思っても、こちら側にいるイメージでね指してしまうと大変ですね。こちら側でこうなってればもう大成功なんですけれども、王様が6二にいるのでダメージを与えているようでも王様が先に消してるよっていうことを考えながら指さないといけない。なので例えば3五金に対してですね、2五金という受け方はもう王様こちら側にいたらまずない受け方ですね。こういう薄いいわゆる薄い受け方。ただ王様右玉なのでこう薄く受けてもある意味大雑把に反撃することができるっていうのは右玉の強み。先手からするとこういう指し方はね気をつけた方がいい。まあもちろんこれでうまくいく時もあるんですけどね。実戦も同飛車に3六金とね反撃して、これはどうですかね。ちょっとずつ右玉のペースになってきたかなという感じですよね。銀が若干これ打った銀ですかね。後手はまだ銀持ち駒にしてますからね。打った銀がこういったんですけど王様の方に行ってないですよね。でこれ飛車取りで飛車を逃げると
まあいろいろなところですけどね、まあ、2七銀と打ってしまってもいいですし、まあ、例えば2七銀分かりやすくね、2七銀、まあ、4八飛車、例えばですね4五、まあ、こういう感じになっても銀がかなり空振り気味になってしまってますよね。でこれ飛車がやっぱ狙われやすいと、まあ、もちろんこれ2七に歩を打ったり2六に歩を打ったりしておくような手もあるところですよね。これでも十分後手は戦えるかなと。まあ、ただね飛車を引いた方が先手は良かったかなと思います。これね実戦は3三銀成と、まあ、あくまで前進流でね前進の一手なんですけど、まあ、同角2三飛車成なんでね先手大成功なんですが、2七銀と強く取ってね、でまあ勢い角を取ったんですが、同金と取りまして、まあ、これで局面一段落なんですけど、駒割り的にねこれ実は後手がね得してるんですね。飛車銀と角桂の交換で、まあこの金がちょっとね、まあ、後手としてはまあ本当は理想はね対局中行ったりこの辺にいれば一番理想ですけど、まあ、ここまで贅沢は言えなくても、まあこの金はこの金にいますけど、玉形はねバラバラのように見えて右玉の持ち味のある広さがね残ってますよね。でまあ先手は角形でちょっとね、激しく攻めていった割にはまあ効果がね戦果がいまいちだったかなという局面なので、この局面はね後手の右玉がうまくいった局面となりました。はい、続きましてですね、もう終盤の決着の部分を見ていただこうかなと思います。今ですね、まああの後局面進みまして、まあ7九桂と先手の方が受けたところですね。やはりね飛車の威力は大きく、まあ先手の方もね角とと金で迫ってはいるんですけれども、今はね、先に矢倉に手がついたというような局面ですね。でまあ先手側の方はね、まず後手のね方から見て守りから見て、まあ次にね5一銀という手が一応あるんですけれども、これですね7二玉で、まあ、もう一枚ね金まあどちらか落とさなければ比較的まだ持つ局面ですね。持つ局面です。ですのでここでいかにね攻めていくか、5一銀は7二玉で大丈夫だよと、どう攻めていくかということで、ここで8六桂と、この手がね矢倉崩しの一手になりましたね。まあ様々な手があるところなんですけど、この桂打ちが一番この飛車と竜で連動させて、先手の弱点をつく手ですね。はい。で同歩と取ったんですが、同歩と取りまして、同銀にこうしておいてからね6七銀成と取りました。先ほど言ったようにね桂馬ですので、銀を打っても玉を寄って桂馬ならば大丈夫ですね。で先手はまあ同桂とね投じたんですが、この時にね8六桂と打った効果が出ます。8七歩と、この手が非常に厳しい手でしたね。でまあ玉が逃げてももう竜を回ってしまえば、あるいはね7八金から詰みもありますかねということで、まあ先手方同玉と取ったんですが、8九竜と回って、これはね寄り筋になりましたね。竜と飛車の挟み撃ちでね、で8八歩と受けて、まあここでは、対局編の時も言ったんですけどね、必至をかけて7八金のような必至でも、銀ではね銀打って玉打ってまだ詰まないので勝ちなんですが、まあ実戦は8六飛車とねもう詰みを読み切ったということで詰ましに行きました。同玉ですと8八竜と引いて、ここに桂馬がいますからね、合駒に金打てば詰みですね。で8六飛車に同角と応じたんですが、7八金と打ちまして、で、玉をね7七玉と寄ったんですが、8八竜というのがまあテクニック、まあ他にもいろんな筋があるんですけどね、10で同玉なら8七金で詰みで6八玉と引いたのですが、6九銀ならずと、まあこれちょっとね最後おしゃれな手なんですけど、こうやって、ところで相手の方の投了となりました。まあこれはね合駒は銀の効果でできなくて、まあ、同玉と取れば7八5八金で詰みですね。まあ、この角が効いているんですけどね、この角とこの角の利きさえ気をつければ詰みという格好です。で、6九銀ならずに、まあ、5七玉とねこっちに逃げる手もあるんですが、5八竜と回りまして、4六玉に4五金と打つと、まあ、最後にほんのりね中盤の金この金もほんのり効いてくるような感じで即詰みとなるので、投了もやむを得ません。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、戦型がね、雁木プラス右玉ということで、まあ、この戦型のねいいところはですね、先手番のね先手が居飛車で取ってきた場合には比較的ね、どの戦型どういった指し方に対しても対応しやすいというのがね、まあ、メリットの一つですね。まあこの雁木から右玉やるぞとね自分で決めてしまえば、まあ、先手側がねどういった駒組みにしてきても、まあ、その雁木対プラス右玉って形でね組みやすいというところがありますね。
本局はね相手の方で非常に積極的な指し方ですね。もう非常に玉をもっとゆっくり囲う手もあるところなんですけれども、もう積極的にね右玉攻略を目指す先手の方に対して、うまくね右玉ならではのなんていう攻めをいなす感じ、相手の攻めを食い止めて、最後は寄せ切ることができたといった流れでした。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。